どの会社さんも電話が来たら全部人間が対応したいかというと、基本的にはそうじゃないと思います。やりたいっすよ。人件費削れるんで。はい、こういうのを入れてしまった方がコストメリットあるなというような話ですね。今回は友人でもあり、エイジテクノロジーズっていうところの役員をされている黒川に来てもらってます。今、エンジニア向けの AI 研修に関しては彼に手伝ってもらってたりもしているので、自己紹介お願いします。エイジテクノロジーズの黒川と申します。現在は高齢社会の社会課題を解決するスタートアップで専門役員をやっております。その傍らで、ここからの友人で一緒にいろんなものを作ってきた小高井さんと研修のお手伝いだったりをさせていただいてます。今回は AI 電話っていう AI 関連業界においてはかなり注目されている。なぜならカスタマーサポートコースっていうのを人件費っていうのはバカにならないコースがかかっているので、どの企業も削減できる可能性がある AI 電話っていうことに関してご説明いただこうかなと思ってます。どんなことをやったのかって話と、どんな効果があったのか、そのあたりお聞かせいただければと思います。今日お持ちしたのは AI 電話の社内ツールを一部機密情報をトリムしてお持ちしたデモになっています。いわゆる受付電話というようなものを弊社でも運営しておりまして、それを AI に渡すことで、うちで言うと採用のコストを下げられたっていうようなものを今日はお持ちしています。実際ですね、今の採用単価であったり人件費と比べると、1ヶ月あたりで10万円ぐらい安い月3万円程度で日中の受付電話相当な数をさばけるようになっております。10万も下げられるんですね。そうなんです。これは総額で10万下がるっていうのも十分すごいんですが、100人同時にかけてきても全部取り切れるというところも社内で運営していて面白いところでした。今日お持ちしたデモは病院の簡易的な受付電話をご用意していますが、早速聞いてみましょう。スマートクリニック予約窓口でございます。ご予約をご希望でしょうか？発熱してしまったので、来院の予約を取らせてください。承知いたしました。発熱外来は10時から13時の受付でございます。最短で7月4日11時30分にご案内できます。いかがでしょうか？それでお願いします。かしこまりました。ご予約のためにお名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？黒川です。黒川様でございますね。ありがとうございます。続けて連絡先のお電話番号を教えていただけますでしょうか？では確認させていただきますね。090-12345-678でお間違いないでしょうか？はい。承知いたしました。黒川様、7月4日11時30分から発熱外来でお待ちしております。本日はお電話ありがとうございました。これで最終予約が取れてカレンダーに入る。めちゃくちゃ自然で AI 感がないというか、かなりナチュラルな会話ができるんで、ユーザー体験も損なわずできてるのかなと思いました。私も初めて聞いたとき、気持ち悪いぐらい自然で、よくよく聞くと言葉を飛ばしてしまったり、AI 操作っていうのは分かる人には分かるんですけど、初見で聞くとかなり驚きのある通話体験になっているかなと思ってます。これ、どんな仕組みでやられてるんですか？この AI 電話の構成なんですが、こんな形で作っています。まずはお客様から来る電話。これをですね、ツイリオという世界的に大きな電話プラットフォームで受け付けています。電話の仕組みとインターネットの仕組みをつなぐのはツイリオがやっていて、次に来るのは私たちが運営しているプログラムですね。こいつが OpenAI が作っているリアルタイム API という音声通話を可能にする API と通信を行っていまして、プログラムが OpenAI と話しながら必要に応じてカレンダーであったり SMS であったりを操作して実際に最後まで予約を取り付けるというところを進めてくれる形になっています。中継サーバーがナチュラルにリアルタイムでできるのがすごいですね。しかも通信に関わるところとか業務の作り方、例えばそういうタイミングで電話を切りましょうとか、カレンダーを確認しましょうっていうのを基本的にプロンプトベースで入力して、音声通話の品質自体は OpenAI に頼りきりで難しいことなしで基本的には作れている形ですね。こういうのを自社内で作るメリットとか意図って何なんですか？究極、ユースケースにベストマッチするものがあれば、買っちゃった方が全然早いものではもちろんあると思います。なんですけど、そういうものがあるかっていうと、現実そうではないですし、各社さん、私たちのために何かを作ってるわけではないので、カスタマイズできる柔軟性というところは自社で作るかなり大きなメリットかなと思っています。エイジテクノロジーズにおける自社内で作った理由としては、具体的にはどういったところだったりですか？はい。どの会社さんも電話が来たら全部人間が対応したいかというと、基本的にはそうじゃないと思います。いわゆる IVR という仕組みですが、ご予約を希望の方は1を、料金が気になる方は2を、みたいなことを言われることってあるじゃないですか。はい。あれと AI をうまく組み合わせたり、AI に社内のシステムを確認させて、人間があたかも対応しているぐらい、相手のことを知っているエージェントとして振り回せるみたいなところは、まだプロダクトとしてしっかり確立している会社さんはないかなと今見受けているので、そこを自社で賄っているという状況です。〇〇の場合は1をみたいな自動音の仕組みがあって、そこで対応できないときに AI 通話の方に切り替わって、その時に対応できる内容も SaaS の一般的な答えというか、返してくれるんじゃなくて、自社内のデータとかを学ばせたり、社内の予約サービスとかと連携しながらできるから、精度がより高めやすい。拡張の可能性が高いかなと思っています。他社さんのプロダクトも買って終わりにできればいいなと思っていたんですけど、たくさんの業務の電話をしっかりさばくってことを考えると、ストックされているナレッジベースを基準として回答を生成する AI 電話が多いかと思っています。情報へのリスクもある中で、それを防ぎながら役に立つ AI を作っていくっていうところは、社内開発ならではのメリットかなと。そもそも電話交代部隊を率いて月何百万とか払ってる企業とかに関しては、カスタマイズした方が SaaS 使うよりも良いってことですね。
そうですね。人間が操作しても誤操作のリスクがであるので、それをどうやって防ぐかを経営でどう判断するかっていう判断軸になるのかなっていう気はしますね。育成なのか、プロンプトのチューニングなのか、開発リソースの投下の仕方なのか、何でスケールアップできるコールセンターを構築していくかっていうところかなと思っています。IVR の一度かませる理由っていうのは、会話するよりも早く予約フォームを送ってくれみたいな場合があるからってことですか？そうです。そもそも会話しなくても済むものであれば、プッシュ本の範囲で終わらせられてしまった方が便利ですし、その他の方は休養パターンに落ちてしまうお客様の対応にはこういうのを入れてしまった方がコストメリットあるなというような感じですね。内製化するってどんぐらいハードルあるものなんですか？開発チームがいれば十分にチャレンジできるような難易度はかなり下がってきているなという感触は私も実際に構築してみていました。今、ロードコードはじめ AI コーディングエージェントが普通に使える時代ですので、それを踏まえるとものすごい危険だったり、ものすごくコストがかかるものというよりかは、試行錯誤の回数のものを言うようなタイプのプロダクトだなという所感ですね。応対クオリティは非エンジニアでもクオリティを上げられるが、中継サーバーであったりとかをアップロードする脆弱性とか、セキュリティとかに関しては、インフラの知識もある人じゃないと難しいが、クオリティ向上し続けるとかはできるってことですか？おっしゃる通りです。中継サーバーの構築自体も開発チームがあったり、業務システムの運営基盤があれば、そこまで複雑なものではないです。難しいのは、どういう対応するコールセンターがいいコールセンターなんだっけっていうのを本当にしていくところが、私たちも今まだまだだなと思っていますね。変な質問されたとき、聞き間違いとか予約ミスで変な予約が大量に入っちゃったとか、そのあたりって今どんな対応されてたりどうなってます？聞き間違いはですね、一定の確率では起きてしまいます。人間が起こすのと同じようなことですね。AI に特有の弱みで言うと、人命が若干弱いっていうのはやっぱりありますね。ここはプロンプトのチューニングでどうカバーしていくかっていうところだと思っていて、Apple のコールセンターとかそうなんですけど、名前とか常識でパッとわからないようなものを聞くときって、Apple の A に、ボムの B に、なんとかの C に合ってますかみたいな、名詞と頭文字セットで一個ずつ確認していくみたいなプロセスを踏むっていう、そういうことを組み込んでいくみたいな形で、人間がミスを起こすのと同じような仕組みを AI にやらせるのがいいんじゃないかなと、今のところは思っています。僕がクリニックだとしたときに内製できるのってやりたいですよ。人件費削れるんで。入れたときに一番怖いのがミスとか品質低下による離脱とかが怖いんですけど、そのあたりとの向き合い方みたいなのってありますか？あります。実際起きてしまうっていう前提で、うちが何をやってるかっていうと、AI に最終確認の結果を喋らせる。お客様にはいかいいえだけをお答えいただくっていうプロセスを挟む形で、そのミスを軽減できるように作っています。AI が今正しいと思ってる内容、例えば明日の11時でお間違いないですか？お名前黒川様ですよねに対して、もし間違ってればそこでいや、そうじゃなくてってコミュニケーションを取れるので、そういう確認の仕方で最終防衛ラインを踏んでいます。プロンプトって言いつつも、チェックフローをしっかり定義していれば、このスキルが上がっていく。上げられた後に AI 電話による応対と人の応対、その住み分けってどうなっていく感じですかね？エスカレーションのタイミングを AI と一緒に暮らしているコールセンターでどう定義し続けるかは面白いということだなと思います。確かに。AI のレベルで権限を使っていい範囲を超えて、とにかく決済しなきゃいけないこと。例えば症状の相談が来ちゃったりとかした時に AI が手段を返すのもまずいので、そういうご相談が来たら、そこから先はすいません、人間に継ぎますね。で、院内の方に取り次ぎいただくっていうような形を社内でも実践していこうとしています。お問い合わせ AI ボットとかによくやられてるような人へのエスカレを希望しますから入っていったら人にかかるような形で、結局人と AI の住み分けをしながら AI で裁けるところを裁いていくのを、まず IVR 挟んで AI オート挟んで最終人みたいな形にやることによって品質を下げない形で人員を減らせるような仕組みを作っていく。AI とシステムの住み分けでよく語られるポイントとして、AI のブレを良くも悪くも持っている非決定論的なシステムと決定論的に動くシステムの定義の仕方っていうのがよく語られるところかなと思います。その観点でコールセンター業務を切り分けていくと、エスカレポイントもそうですし、スクリプトの作り方も改善していけるのかなと思っています。先ほど最終確認入れると安心できるとお話ししたんですけど、より厳格にやっていくのであれば、最終確認のポイントだけ IVR に渡しちゃうとか、そういうことをすると、よりブレのない世界に情報を持ってこれますよね。そういう風にうまいこと聞いてくれるフェーズと、絶対に守らなきゃいけないラインを普通のシステムに寄せるっていう工夫を作ることで、AI と人がお互いのいいところを発揮できるシステム作りっていうのが進んでいくのかなと思っています。決定論的っていうのは A か B か C かとか、イエスかノーかっていう話で、非決定論的はふわっとしたような理解だったんです。決定論的なシステムっていうのは、100回やって100回同じ結果が得られるシステム。はいはい。一方で非決定論的というのは、100回やると100回ともちょっとずつ違う結果が得られる。皆さんが AI を使っていて日々感じるようなブレのことですね。絶対にその通りにうまくいく仕組みを担保する工夫が AI と共存できる組織の線引きの仕方の一つかなと思っているところですね。AI 電話に合う業界ってどういう業界が多いとかあります？比較的お固めの業界でも導入するとある程度の成果が出るなというところはあります。逆に合わないところ何かなっていう気はしていて、ラグジュアリーな体験を提供しなきゃいけないとか、人間が対応すること自体に付加価値が生まれるようなポイントで、これを差し込むのはちょっとリスクがあるかもしれないですが、そうではない部分においては基本的に導入の可能性がある仕組みになっているんじゃないかと思います。人が応答できないタイミングとかに応対できるとサポート品
率上がりますもん。確かに。日中は人間がしっかり張ってるけれども、24時間は張れないっていう会社さんにも、業務時間外にいただいたお問い合わせを一時受付でさばききるっていうニーズには十分応えられる可能性ありそうですね。これ作るのにどれぐらい時間かかったかですか？はい。初回の構築はやっぱりリサーチも入るので、立ち上がるところまで3日、運用開始するまで2週間とかで、そこから運用していくとですね、こういう問い合わせ来るかとか、思ったよりノイズひどいなとか、いろいろやっぱ出てくるので、ログ音聞いたり、音の分析したりしながらチューニングしているっていう状態です。AI が業務の中に組み込まれる良い事例だと思うんで、これを聞いてる皆さんも組み込むっていうのを試すのはありかなと思います。3日で作れるってことですよね。立ち上げるだけで2週間とかチューニングして、つまり1ヶ月ぐらいで割と立ち上がる可能性があると思うんですよ。そうですね。今回私がそうできたのは、自社のプロダクトで業務の整理の必要があまりなくて、そこ全部飛ばせた結果、こうできているっていう特徴はもちろんあるんですが。今回 AI 電話っていう電話応対を外注してたりとか部門がある組織で言えば、どの業界でも人件費を削減できる可能性がある一個のテーマかなと思いました。特に外注とかでやられてる場合とか、そこを減らせれば、如実に PL にもヒットするかなと思ってます。こういった電話応対の仕組みのどういうふうに外製化していくのかみたいなところに関しては、弊社で AI 研修って形でどのように作っていくのかを支援したりと、AI 構築導入支援、あるいは弊社側で AI の開発自宅みたいな形でご支援させていただくことも可能ですので、ご興味ある方は概要欄のお問い合わせリンクからよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。